こんにちは。おっすおっす。スーパーロボット対戦30縛りプレイ、やっていきます。縛り内容はスーパーエキスパートプラス、改造、精神コマンド、パイロット養成に一部の縛りなどなど。詳細は概要欄を確認するか、#0の動画をご覧ください。ということで前回から地上に降り、シナリオの順番をある程度自由に選択できるようになりました。とりあえず最初に行ったのはグリッドマン。まあ単純に強いのと、好きだからですねはい。そして今回赴くのはブラジリア。本作最強レベルの火力を持つ、ゲッターを仲間にしに行きます。目下問題になりがちな火力不足を解消したいところ。どうやらこの世界では月面戦争後も龍馬が飛んだりせず、そのまま10年間普通に過ごしているようです。傭兵稼業をしながら。そんなことよりもチェンジゲッターの龍馬と隼人が仲良くしてる絵があまりにも想像つかない。傭兵壊し屋。壊し屋って解体屋とかそういう類のもので、こういう組織を物理的に破壊しに来る人なのだろうか。ということで龍馬と隼人がギスギスしてません。このゲームのゲッターチームはチェンジゲッターの人たちでありつつ、チェンジゲッターの人たちではないダイナミックオリジナルなので、なおこの世界の早乙女博士はちゃんと亡くなってるらしいです。ちゃんと。一回殺したと思った人物が生き返ってやってくるのはいつものこと。ということで新ゲッター1の出番終了です。こんなに早く新ゲッターの出番が終わることになるとは思わんやんね。ということでシナリオスタート。こちらは龍馬の新ゲッタードラゴン1機。敵はインベーダーです。新ゲッタードラゴンに関しては、知らない人もまあまあいると思う。要するに色々進化して色々凝縮された新しいゲッターです。見た目的には新ドラゴンの上についてるこれに非常に似てる。なおこれについての詳細は、
パロボティカゲッターロボ大決戦をプレイしてください。ということで増援到着。2ターン目に来てくれる優しさよ。そんなわけでシナリオ再開。これ以上の増援は来ないらしいので、今いるメタルビーストを仕留めれば OK。なお前回のステージでもそうでしたが、スーパー系の敵なのである程度攻撃は当たりますが、一撃の威力には注意をしたいところです。みんなを守るために戦うんだ。ソードカウンターでまだまだ。顔度アップでプルプルさせんといて。舌出しアピールです。終わりだ。諦めない。生きてまたみんなに会うんだ。まずはイズルがギリギリになるところからスタート。このメタルビースト、早乙女博士が連れてきたメタルビーストというか顔つきというか。とにかくこいつは武装が開口戦一つのみ。そして射撃武装なので、アッシュで防げます。なので底力をガンガンに発動させたイズルはもう安心といったところです。ついでに今回底力レベルを上げてみたアサギもいい感じに防いでくれない。なんで？当たってもいい、なんなら当たってほしい。 95% の攻撃を避けないでくれないか。またどっかでアサギチャレンジするか。行くぜ、隼人、弁慶と、今は一人だったな。ゲッター戦を直接ぶち込んでやる。火力高。普通に6000とか出してるの割と異常です。このステージの龍馬は非常に高ぶっているので、最初から気力が160あります。まあだとしても食らいすぎなんですけどね。火力アップ系の特殊技能とかまだ何も持ってないんですけどね。ちなみに新ゲッタードラゴンですが、このゲームで DLC 込みトップを争うレベルで火力が高いです。多分常時火力不足に悩まされる本縛りにおいては救世主とも言える。これは龍馬が攻撃力アップ系の効果が多いというのもありますが、今は単純に機体サイズ 1L が大きく響いていそうです。大きいということはそれだけ火力が高いということなので。ちなみに前回仲間になったグリッドマンも機体サイズは 1L です。さてなんかローズ3が反撃できない状態になってました。底力プラスバリアは万能ですが、中途半端に HP が減るとこういう事態が起こるわけです。底力の発動が微妙なので、そのまま食らうと落ちる。でも防御するとバリアで防いじゃって、これ以上減らない、みたいな感じ。ここはおとなしく戦艦に一度しまい、ちょっと HP を回復させた上でもう一回減ってもらいます。ということでインベーダー、元いメタルビーストです。インベーダーはあくまでもバクテリア的な生命体で、メタルビーストはインベーダーが機械を取り込んで融合した機械生命体。個別に名前がついてるものが実は少なく、ほとんど正式名称メタルビーストとなってます。
そんなこの顔つきのメタルビーストですが、カスタムボーナスは HP 回復小が中になるというもの。そしてエースボーナスはダメージを受けると気力がプラスにされるというものです。まずエースボーナスですが、気力で武装を使ってくる敵じゃないので、正直影響は少ない。よダメ火ダメに少し影響出るぐらい。ガードとか持ってるわけでもないしね。そしてカスタムボーナスですが、毎ターンの HP 回復量が小の 10% から中の 20% になります。HP が1万ちょいなので、だいたい2000回復ぐらい。まあめんどくさいといえばめんどくさいですが、正直そこまででもない。今こうやってイズルが前に出ておとりをしている際の反撃が意味なくなるぐらい。でもこれは正直 HP 回復小でも同じことが言えるわけで、中になったからっていうほどのことじゃないんですよね。なしから小は大きいけど、小から中はそんなにって感じ。そしてアサギは今度こそいい感じに被弾。HP3 桁になることで、底力を発動。メタルビーストの攻撃をしっかり全部防いでくれてます。思ってたよりやる。レッド5と役割が被るってことは、レッド5が2機いるようなものなので、前に出せるおとりが1機増やせます。やったね。なお今のアサギですが、精神コマンドは5個しか覚えないし、集中使うのに SP20 使うし、何かと不遇が目立ちます。集中20って思ったより使いづらい。見せてやるぜ、ゲッターの力をな。こいつでぶった切れ。覚悟しやがれよ。とどめだ。たまれ。ところでこの新ゲッタードラゴンですが、正直誰が龍馬の初期登場機体になると思ったよ。いきなりコウジ君が魔人カイザーだったりゼロに乗ってくるようなもんです。嫌じゃないけど、なんかちょっと感はあるよね。最初ぐらい新ゲッター1使いたかった。ハヤトと弁慶が後で乗るとか、武装追加は大きいイベントですが、それはそうとして機体乗り換えもイベントで欲しかった気もします。まあ機体性能は非常に優秀なんで、助かってるんですけどね。ということで押し寄せてくるメタルビーストと黙々と戦っていきます。イズル、アサギ、玉木の底力持ちバリア発動組3人を前に出しておとりにしつつ、後ろからちょっとずつ減った個体を撃墜していきます。メタルビーストの最大射程が6なので、ウッソが射程外から殴れるのはいい感じ。しかしこれ、アサギが前に出られると割と変わるな。いつもはイズルと玉木で2方向から来る敵を抑えてっていうので精一杯なんですが、3機いると1機が割と自由に動けるので、減らしなんかにフォローを入れることができる。結果、敵のラインを上げなくて済むし、後方での撃墜もスムーズになってます。エネルギー切れとかした時の入れ替わりもやりやすいしね。これ、アサギ割といける子だったのかお前。まあだとしてこの先の出撃枠があるかは謎。前回から今回にかけてグリッドマンが増えたことで、コニーが出撃できなくなりました。そらまあ機体が1機増えたら1機出られなくなるのは当たり前のことで。ゲッターが増えた分、出撃できなくなるのは一体誰になるんでしょうね。割と今いる機体たち全員役割あるから困る。無難に行くとヨナとかウッソとかランディ先輩あたりの出番が減っていきそうな気はしますが、次回以降のお楽しみということで。ということで残りの敵機体は11機。まだまだ多いなメタルビースト。やっぱり1体1体が1万を超えると、落とすのにそれなりに時間がかかりますね。それでいてこのステージみたいに、防げる機体以外が前に出るとフルボッコ食らうみたいな配置してると、
どうしても後方からの攻撃で少しずつになっちゃいますからね。減らすのがゆっくりになっちゃうのは仕方ないといえば仕方ない。メタルビーストは全体的に機体サイズが大きいので、攻撃がやたら痛いです。ちなみにこいつは 1L。十分です。この機体サイズで火力が出るようになったの。V とかでヤマトとかを強くしたかったからのテこ入れ的な部分が大きいとは思いますが、結果的にスーパー系とリアル系の差別化に一役買ってる気はする。特に敵の、リアル系は避けるけど火力が足りない。スーパー系は避けられないけど火力が高い。なんだか昔のリアル系、スーパー系のあり方にちょっとだけ戻った感じはあります。なお普通にプレイして、かつ武器改造をするとリアル系も火力がぶっ飛ぶしスーパー系も避ける模様。昔みたいなんてことはなかった。さてアサギと玉木を前に出したので、イズルは一旦後方に。HEP キャノンでの削りとかを効果的に使っていけて非常にやりやすい。だいたい前に出ずっぱになってると、エネルギーが切れるから HEP キャノン打てないんですよね。アサギのおかげでマジで変わった感ある。やっぱり前衛は3機編成だったのか。とか言ってたらゲッターがめちゃくちゃに狙われて HP がもうあまり残ってないです。底力も9まであるとバリアがなくても硬いですが、それ以外だとやっぱりちょっと危ない感じありますね。この程度受け止めればいい。怪物が出るのは漫画だけにしてくれ。一気に飛び込む。逃がすものか。とどめだ。残念ながら怪物割と多いんだよなこのゲーム。怪物とか怪獣とかゴーレムとか、割といろんなのがいます。でもこの世界って昔から機械獣とかいるわけだけど、そっちは良くてメタルビーストはダメなんだろうか。やっぱり見た目的なグロさ？舌出しながら顔ドアップでプルプルするのはアウトだったか。機械獣に関してはもう獣感薄いし、ほとんど機械だしな。メタルビーストに対して機械獣を英語読みしただけじゃないかといったものもおりましてね。さて残りのメタルビーストは渋滞。綺麗に中央に固まってます。あそこまで固まると、下手に突っ込んだら敵ターンで落とされる危険性が非常に高いので、今ターンは広域戦術警戒を使用して前期に分析をかけ、なるべく多く仕留めていきたい。あとよだめが 0.9 倍になるので、ある程度突っ込んでも大丈夫だと思いたい。ひとまずは射程外から攻撃したい面々で攻撃。ウッソは射程が7までしかないので、ギリギリのやつを狙わないと反撃される。そして反撃されたらおおむね一撃という状況なので、さすがに攻撃できる敵が限られます。ここで比較するとさすがに駿河は強いですね。アッシュ共通の防御シールドがあるので、最悪底力発動で耐えられるのも強い。まあ V ダッシュはそもそも狙撃機体でもなんでもないし、比べるのが間違ってるのはそう。本当はもうちょっと前に出ておとりになる役割です。バリアくれ。さて広域戦術警戒を使ったのはいいんですが、なんか今ターン意外と攻撃ができない。なんか絶妙に距離が遠かったり、ゲッターの HP が減っていたりと、突っ込むには不安が多く、まあ仕方ないか。結果的にヨナが一番敵倒してるのは気のせいだろうか。反撃を受けたくないのでいいとこ取りを続けるよな。指揮官とジャミングと集中で絶妙に当てられる命中率出してくるの良くない。一応メタルビーストの攻撃一発は耐えられるらしいですが、クリティカルした時は知らん。スパロボ30ではクリティカル率も表示されており、底力とかが発動するともりもりクリティカル率が上がっているのが見て取れます。底力発動メタルビーストの攻撃が、
ヨナ相手 28% のクリティカル率あるんですよね。怖い。レベル差があるので基本的に技量などは敵の方が高いです。なのでクリティカルなども普通に敵雑魚から食らう可能性もあるわけで。正直レッド5とかブルー1が最初に食らったダメージから考えても結構ギリギリなので、クリティカルしたら多分ワンパンされます。実は意外と綱渡り攻撃してる。誰か一機でも落とされたらゲームオーバーなの、たまに忘れそうになる。いつも思ってるのは最初のイズルに対してクリティカルするなです。あれにクリティカルしたら開始数秒で終わる。内海サポートを頼む。おお任せとけ。準備いいですかキャリバーさん。任せろ。アクセスコードグリッドマンキャリバー。俺を使えグリッドマン。グリッドキャリバーエンド。グリッドマンの HP が減ってたし、直感使える SP してなかったから戦艦にしまったままだったんですが、よく考えたら強化パーツでスペシャルドッグを装備してたから、SP 回復できたんだった。スペシャルドッグは消費系強化パーツで、使うとパイロットの SP を50回復させます。要するに火星丼。食い物はとりあえず SP が回復する系いつもの。今回のプレイでは、この手のパーツはいい感じに強いです。そもそも消費系強化パーツっていうものの仕様が昔と違うというのが一つ大きいところ。昔のスパロボの消費系強化パーツは、たくさん手に入る代わりに使ったら完全になくなる。わかりやすい使い捨てって感じでしたが、今の使い捨て強化パーツは少し仕様が違い、そのステージで1回限り使用可能。でも使っても次のステージにはまた使えますって感じ。その代わりあんまり数が多く手に入らない。使い捨てって感じはもうあんまりしませんね。でもまあこっちの方が圧倒的に手軽に使える。おかげでイズルなんかは毎ステージプロペランとタンクを使ってエネルギーを回復させてます。さてじゃあスペシャルドッグについてですが、SP が50回復する。すごい単純な話ですが、つまりざっくり直感 2.5 回分ぐらい回復します。毎ターンの SP 回復と合わせたらだいたい3回分ぐらい。つまり3ターン連続で直感が使える。つまり3ターン連続で攻撃が当てれるということです。必中必須で、ない時は運ゲー攻撃かもしくは後ろで待機するというのが、基本の立ち回りになるこのプレイで、3ターン連続で攻撃できるようになる。これはつまりものすごい攻略に安定感を出してくれる強化パーツなわけです。SP 回復系パーツは難しいステージで連続攻撃のために使うものという考えは終わりを迎えました。これからは常に使用して安定感を出していく強化パーツです。というかなんならこれ、走行アップとか運動性アップとかそういうのみたいなもんよね。他にもいくつか SP 回復系の強化パーツはありますが、だいたいいい感じに強く使えます。まあ運動性強化のパーツが死にパーツとなりがちなプレイなので、このぐらいはね。SP 回復だと汎用性が高いのもポイント。時には直感、時には努力、みたいなね。SP をいかにして使わず攻撃を当てるかが大事になってきますが、それ以上に SP をどう温存、回復して精神コマンドを使っていくかも大事になってきます。ちなみに底力は SP を使わない立ち回りの必須条件。序盤はレベルも低く、覚えてる精神コマンドも少ないので、SP 動向より底力の方が圧倒的に強いですね。ということで残り敵は4体。最初16体ぐらいいたところから、ようやく減ってきました。スーパー系の機体相手はやっぱり時間がかかりますね。もうちょっとなんとかサクサクと進めていきたいところ。手が止まってたりしてる時間が長かったりもするので、今後もしかしたらちょこちょこカットとかしながらやっていくかもしれません。まあ動画のやり方は都度色々と考えていこうと思います。よろしくお願いします。
ということで残り2体を落としていきましょう。まず片方は HP がすでに削れているので、後で誰かで落とすとして、削れてない方。こっちはイズルや玉木といった底力の面々で雑削りします。さて確認したら、サポーターのポイントが現在19。毎ターンをずつ回復していて、20になると必中が使えるメイビー主任を使用できるので、これ、誰か落とすの次ターンだな。とりあえずその対象は HP が削れてる方にするとして、多い方はエッジで適当に落としておきます。ダブルグラビトンライフルを入手して以来、火力と射程が一気に伸びたので非常に使いやすくなりました。やっぱり攻撃力って大事。ということで最後の一体を誰で倒すか問題。候補はブライトか龍馬かな。龍馬はこの先もバンバンボス戦で活躍を見せていくのが予想できるので、ここはさっさと上げてしまいたいブライトで落としに行きましょう。早く必中覚えてエースボーナスも取得してくれブライト艦長。ということでサポーターで必中を使い、最後の一騎を落としに行きます。化け物をのさばらせておくなよ。メガ粒子砲発射。これでラスト。しかしみんなやっぱりメタルビーストは化け物扱いなんだな。このゲームの号はいつも以上にわけわからんです。変わらないのはいつでも全身タイツなその立ち絵だけ。何度も言うようですが、このゲームの龍馬はチェンジゲッターの龍馬とは全然違います。なんというか、優しい？人間味がある？兄貴感がすごい。龍馬っていうより龍馬さんって感じ。なんかテレビ版流れ龍馬とチェンジゲッター流れ龍馬を足して2で割りましたみたいな。マジでお前誰だ感はすごいけどね。まさかここに来て知らない龍馬さんを見ることになるとは思わなかったです。ということでクリア。これでグリッドマン、ゲッターというスーパー系を2機入手しました。火力不足はそろそろ少しはマシになってると信じたいところ。ということで今回はここまで。チャンネル登録や動画の高評価、Twitter のフォローなんかしていただけると泣いて喜びます。それでは、ご視聴ありがとうございました。スーパーロボット対戦30周年だ。ずいぶん長くやってんだな。長くやってりゃ人間いろんなことがある。俺の場合無実の罪で無所にぶち込まれもしたがよ。そういう苦労もあって今の俺があるってもんだ。プレイヤーのみんなも困難や不幸に負けずに頑張れよ。じゃあな。